みんな、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日も元気いっぱい、みんなに素敵な情報を届けちゃうのだ。今回ずんだもんがみんなを案内するのは、美しい自然に恵まれたあの国なのだ。そう、インド洋に浮かぶ大きな島国、マダガスカルなのだ。マダガスカルと聞いて、みんなはどんなイメージをするのだ？キツネザルやバオバブの木を想像する人もいるかもしれないのだ。でも、実はとっても意外な豆知識があるのだ。マダガスカルの公用語、マラガシ語って、なんとアフリカの言葉じゃないのだ。遠く離れた東南アジア、ボルネオ島あたりから伝わった言葉がルーツらしいのだ。びっくりなのだ。そんな神秘の国マダガスカルから、今日ずんだもんがピックアップしたニュースは、全部で5つなのだ。中でも特に注目なのが、4つ目のニュースなのだ。誕生日パーティーで多数死亡、ボツリヌス近接を当局は依然否定。という、ちょっと衝撃的なタイトルなのだ。マダガスカルで、お誕生日パーティーの後になんと、29人、もの人が亡くなるという、悲しい食中毒事件があったのだ。当局はボツリヌス菌ではないって言ってるんだけど、肝心な原因が何なのか教えてくれないから、謎が深まるばかりなのだ。一体何が原因だったのか、そして当局の対応は、詳しく見ていくのだ。さあ、ずんだもん特製のマダガスカルニュース、一緒に見ていくのだ。皆さん、マダガスカルってどんな国家知っているかな？アフリカ大陸の東、インド洋に浮かぶ、世界で4番目に大きな島国なのだ。首都は高台にあるアンタナナリボで、活気あふれる街なのだよ。かつては王国が存在し、フランスの植民地時代を経て、1960年に独立した共和制の国なのだ。人口はおおよそ2800万人くらいで、多様な民族が暮らしているのだよ。この国の最大の魅力は、何と言ってもその独特の自然なのだ。他では見られないキツネザルや、ユニークな形のバオバブの木がたくさん見られるのだよ。まるでタイムスリップしたような不思議な光景が広がるのだ。農業が盛んで、バニラやコーヒー、米などが主要なのだ。豊かな自然を生かしたエコツーリズムも大切にされているのだよ。美しい自然を守るための環境保護や、貧困の解消といった課題にも取り組んでいるのだ。たくさんの魅力と可能性を秘めた、訪れる人を引きつけてやまない、そんな素敵な国なのだよ。一つ目のニュースなのだ。フォト、元番組リプレイ。2025年6月29日という記事なのだ。マダガスカルに、なんだかとってもすごいセキュリティアカデミーができたらしいのだ。マダガスカル、セキュリティ、アカデミーっていう名前で、アンダーカナっていう場所にできた、とっても最先端の民間警備アカデミーなのだ。国の安全を守るプロを育てる、注目の新しい施設なのだ。二つ目のニュースなのだ。2025年6月8日、おとも再放送という記事なのだ。ねえ、聞いてほしいのだ。マダガスカルからとっても気になるニュースが届いているのだ。まず、アンダカナには最新鋭の民間警備アカデミーができたらしいのだ。これでセキュリティがさらに強化されるといいのだね。それから、RN4 号線では首都への移動がちょっと減ったのだって、何か変化があったのかもしれないのだ。アンドリーラ・ジョエリナ大統領は、みんなにサンとマリー島をぜひ訪れてほしいって呼びかけているのだよ。素敵な場所なのかもしれないのだ。ちょっと心配なニュースもあるのだ。誕生日でたくさんの人が亡くなった件で、中毒説が揺らいでいるらしいのだ。真相が早くわかるといいのだ。でも、明るいニュースもあるのだ。アンタナナリボとトアマシナを結ぶ高速道路の最初の部分の舗装がもうすぐ始まるのだって、移動がもっと便利になるのだね。さらに、アンタナナリボでは電気バスが走り始めたのだ。環境にも優しくて、都市の移動がもっと快適になるはずなのだ。そして、新しい公共交通会社も準備中らしいのだよ。これからのマダガスカルの発展が楽しみなのだ。3つ目のニュースなのだ。試験問題流出、逮捕者続出
という記事なのだ。試験問題の漏洩が相次いで、試験の信頼性が揺らいでいるのだ。マダガスカルでは、特にバカロレアと BETC っていう大事な試験で、問題がネットで出回っちゃう事態になってるのだ。これを受けて、当局は厳しい対策に乗り出したのだ。高等教育省と国家教育省が協力して捜査を進めていて、これまでに20人近くが逮捕されたのだ。中には、試験問題を偽造して売っていた人もいれば、なんと先生や生徒も含まれているのだ。信じられないのだ。不正な取引は Facebook や WHATSATT で秘密裏に行われていて、モバイルマネーで支払われることが多いのだ。この問題は首都アンタナナリボだけじゃなくて、全国各地に広がっているみたいなのだ。試験問題を漏らしたり、売買したりした人には、懲役刑が課せられる可能性があるのだ。もし受験生が関わっていたら、最大5年間も公式試験を受けられなくなるかもしれないのだ。これはかなり重い罰なのだ。今回の事件は、マダガスカル社会全体に広がるモラルの低下や金銭欲が原因だと指摘されているのだ。腐敗が学生にまで及んでいる状況は、とっても悲しいのだ。高等教育省は、今年のバカロレア試験の秘密を守るために、関係者を厳重に監視し、会場への問題運搬車両や試験室にも監視カメラを設置するっていう徹底ぶりなのだ。でも、本来なら信頼すべき人々を監視しなきゃいけないって状況は、社会全体で倫理観を見直す緊急の必要性があるってことを示しているのだ。ずんだもんも、みんなが正直に生きられる世の中になってほしいのだ。4つ目のニュースなのだ。誕生日パーティーで多数死亡、ボツリヌス菌説を当局は依然否定、という記事なのだ。マダガスカルで、お誕生日パーティーの後に29人もの人が亡くなる悲しい食中毒事件があったのだ。当局は、ボツリヌス菌が原因じゃないのだ、って言ってるんだけど、肝心な毒物の名前は教えてくれないから、謎が深まるばかりなのだ。保健省の専門家さんが言うには、原因の一つとされたドーナツは、しっかり加熱されてるし、砂糖がいっぱい入ってて水分が少ないから、ボツリヌス菌は育たないそうなのだ。だから、ドーナツがボツリヌス菌の原因ではないって説明したのだ。実際に、パーティーで甘いドーナツを避けて塩辛い料理だけを食べた人は軽症だったり、全然平気だったりしたのだ。でも、甘いものを食べた奥さんは体調を崩しちゃったって証言もあるのだ。被害者のご家族や多くの人が何が原因の毒物なのかちゃんと教えてほしいのだって強く願っているのだ。フランスで詳しい分析をした結果が出ているはずなのに、当局は毒物の名前を公開しないのだ。検察官のお姉さんは捜査の秘密だから毒物の名前を公表しちゃうと悪用される危険があるのだって説明してるのだ。でも関係者の弁護士さんなら書類を見ることができるから隠し事はないっていうのだ。この事件ではすでに3人が逮捕されてて、裁判は誰でも見ることができるそうなので、一日も早く真相が明らかになってほしいのだ。5つ目のニュースなのだ。ジラマ、大統領と重要会談という記事なのだ。JIRAMA という電力、水道会社が2025年3月に国営から株式会社に変わったのだ。これは国際通貨基金 FMI の支援を受けるために必要な改革なのだ。だけどね、JIRAMA の組合さんたちは公共サービスなのに商業化するのはおかしいのだ。で、この変更に強く反対しているのだ。組合員さんは従業員の利益にならないし、国民を危険にさらすのだって心配しているのだ。FMI は燃料の価格を自動で調整したり、JIRAMA の補助金を減らしたり、会社の効率を良くしたりするなら、再生支援を続けるって言っているのだ。すでに2億ドル以上も支援しているのだ。実は JIRAMA、毎年ものすごい赤字を出していて、電気の生産コストが売値よりもずっと高いのだ。だから政府が毎年1億ドルくらい埋め合わせしているのだ。借金も2500億割あり、
約5億ドルも溜まっているから、再生状況はかなり大変なのだ。政府は慎重に話し合いを進めているけど、組合はまだはっきりとした答えをもらっていないのだ。大統領もこのことについて少し話しただけで、まだ決定はしていないのだ。利用者さんたちは、会社の形がどうなろうと、とにかく停電がなくなってほしいのだって言っているのだ。長年改革の話は出ているのに、何も変わらないって不満に思っている人もいるのだ。これから数日のうちに大統領の決断が出されるらしいのだ。JIRAMA の未来はこの決定にかかっているのだ。マダガスカルはとっても美しい自然と希望いっぱいの挑戦が共存している国なのだね。新しい試みもたくさんあるけど、試験の不正や悲しい事件、経済の課題も感じられたのだ。大変なこともあるけど、この国のポテンシャルを信じて、みんながもっと幸せに暮らせる未来へ進めるよう、ズンダモンも応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。